crystal clear blue sky。凱旋門でバルセロナの凱旋門に行ったんですけど、やっぱこれ迫力が違うね。 Massive structure. 寒いからカフェでも行こっか。こちらはサガンにあるサンジェルマン・デ・プレ教会です。パリ最古の歴史を誇る教会というだけあって、とても厳かです。教会の内部にはステンドグラスやフレスコ画、そして高さのある天井に繊細な装飾が施されています。サントシャペルほど人がいなくて静かで心が落ち着きました。椅子に腰掛けて日常を忘れ、心を無にするのもおすすめです。見てこのミニケリー、めちゃくちゃ可愛いボックスカーフラー。Check it. アストロボール。以前エッフェル塔のフォトスポットでご紹介したビラケム橋に行った時に電車が走っていることに気がつき、今回はメトロ6番線の車窓からエッフェル塔を眺めてみました。車窓から眺めるエッフェル塔もまた違った美しさがありました。電車は6分間隔で来るので、時間がある方にはおすすめです。Very nice weather today in Paris.
ます。 Yeah, let's go get a coffee and catch a flight back to Los Angeles. Stop. アボア。皆様、私たちはこれから残念ながら空港に向かいます。ここまでパリ Vlog を見ていただきありがとうございます。 Merci beaucoup, Perry. 皆さん、ここでちょっとアップデート。私たちはスペインに今回行ってきて、でパリからロサンゼルスに戻るんですけど、フランス国外でお買い物をされて最終フランスから元の国に帰られる場合はここでタックスリターン、まずイミグレーションの前にスタンプをもらって、で最後ここに投函しなきゃいけません。で以前は人がいたんですよ。でももうオフィスがこの通りクローズされてます。なのでここで名前、住所、パスポートナンバー、クレジットカードナンバー、番号、あとそれにサインをしてここで投函してください。これができないと自分で切手代を払って帰ってから6ヶ月以内に申請をしなきゃいけません。なのでできればここでスタンプを払わずに投函して国に帰りましょう。以上。こんにちは。もう今私はロサンゼルスに帰ってきているんですけど、今回このパリの旅行を終えて今後パリ旅行を検討されている方へ、知っていて損はないお役立ち情報を2点ほど共有していこうと思います。まずはメトロを使うと渋滞に巻き込まれず、結構ね時間とお金の節約になるということで、私たちはパリに行くと必ずメトロを使います。でそこで毎回チケットを買うのはね面倒なので、このナビゴイージーっていうこちらのチャージ式交通 IC カードにチャージをしてこの時間の節約をしました。購入方法はその人がいるメトロの窓口でナビゴイージーをくださいと言うと、このカードを持っているかまず聞かれるので、持っていなければ初回はねカード代が確か2ユーロかかります。そしてその何回分のチケットを必要ですかと聞かれるので、私たちは今回ね、それぞれ10回かな10回分ぐらい購入しました。で短期間でも結構どこそこ行っていると使い切ってしまうので10回分ぐらいは全然妥当でした。でちなみにこの支払いはクレジットカードが使えます。で一旦カードを持ってしまえば次からはその券売機でねチャージをすることも可能です。でとにかくパリはメトロを使うと回りやすいのでおすすめです。そしてパリといえば、スリが多いということをねよく言われていますが、幸いまだ私たちはそのような被害には遭っておりません。しかしこの荷物はね基本的にこうやって自分の前で持つという風にしたり、その日本やねロサンゼルスにいる時よりかはこうやってキョロキョロ後ろをね頻繁に振り返るようにはしています。さて、今回のね旅行でちょっと何度か目撃した新手の詐欺についてちょっと紹介します。今回この短い期間でいくつかのエリアで何度か同じ手法のこの詐欺を見かけました。まずはこちらをご覧ください。道端に座り込む少年、何をしていると思いますか？この少年、
パッと見お金をくださいとカップを置いてただ座っているように見えますが、実はこのカップは少年から離れたところに置いてあって、通行人にあえてこのカップを蹴らせて散らかった小銭を拾っている間に別の仲間があなたの荷物を狙う、もしくは同情を引いてさらにお金をもらうという詐欺みたいで、何も知らない観光客は一緒に散らかった小銭を申し訳なさそうに拾った後に少年に謝りながらお金を渡していました。そしてこちらをご覧ください。このようにしてうっかり蹴ってしまった時にはもうそのまま歩き去るということが正しいみたいです。この後にね、なんかこの子の仲間たちみたいなのが寄ってきて小銭をめんどくさそうに拾っておりました。またね、別の現場で見た時には、このリボリ通りっていうチュイルリー公園とルーブル美術館の北側にあるこの非常に観光客も多い通りで、同じことをしていた少年が、その地面に座れないようにね、お店の人が水をかけていました。結構やってるのが本当に子供なんですよ。なので、こう水かけられてるとことか見るとかわいそうっちゃかわいそうに思うんですけど、商売してる人たちからしたら自分のお店の前で詐欺を働かれてはちょっと印象がすごい悪いですよね。結構何度か見かけたので、最近流行ってるっていうか、やってる感じの詐欺なのかなという気はしました。ということで、以上が知ってて損はない最近のパリの事情でした。さて、私たちのヨーロッパ Vlog をここまで見ていただきありがとうございました。近々今回のヨーロッパ旅行での購入品動画を投稿します。そちらの動画もお楽しみに。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。